不採用。空中に投影されたホログラムモニターに、無機質な3文字が浮かび上がっては消えた。無式なぎは、これで42社目となるお祈りメールを無言でスワイプし、視界から消去した。狭く薄暗いアパートの自室で、深く、ひび割れたようなため息をつく。現在、人類の大多数は生まれる前に遺伝子を最適化されたデザインド選別者だ。親の財力と希望に合わせて、容姿、知能、身体能力、あるいは特定の芸術的センスといった色を付与されて生まれてくる彼らは、あらゆる分野で圧倒的な成果を出していた。対して、自然妊娠で生まれたナチュラル無選別の凪は、その名の通り波風一つ立たない、圧倒的に凡庸な存在だった。何をさせても平均点。努力をしても、最初から最高峰のエンジンを積んでいるデザインドたちには遠く及ばない。最適化された社会において、平均とはすなわち劣等を意味した。透明な無色である凪に、社会の座席は用意されていなかった。その夜、凪は喧騒に包まれた地下の居酒屋で、幼馴染の神宮寺律とグラスを突き合わせていた。律は、最高ランクの遺伝子調整を施されたエリート中のエリートだ。彫刻のように整った顔立ち、どんな難解な数式も瞬時に解き明かす頭脳、そして誰もが耳を奪われる絶対音感。親が巨額の富を投じて作り上げた傑作であり、現在は若くして政府系研究機関のトップに立っている。お前はいいよな。最初から正解の遺伝子をもらえて、アルコールの熱に任せて、凪は腹の底に溜め込んでいた泥のような鬱憤を吐き出した。俺なんてただの偶然の産物だ。何の取り柄もない。お前みたいに選ばれた存在なら、こんな底辺を排するような惨めな思いはしなかった。なだめられるか、あるいは正論で諭されるか。そう思っていた凪の予想に反し、実はその完璧な顔を普通に歪めた。選ばれた存在、か。実は自重気味に笑い、グラスの氷をカラカラと揺らした。俺は選ばれたよ。親の望む通り、音楽と数学の圧倒的な才能を与えられた。でもな、何？俺は選ばれた通りに生きなきゃいけないんだ。どういうことだ？俺が何かで成果を出しても、世間はさすが最高級遺伝子だ、としか言わない。俺自身の努力や意志なんて、誰も見ちゃいないんだよ。それに、俺が少しでも音楽や数学以外のことに興味を持てば、親は投資に見合わない、とあからさまに失望する。俺の人生のレールは、受精卵の段階で完全に敷かれている。俺という個人の意志なんて、生まれた時から存在しない。ただの精巧なプログラムだ。律の瞳には、いつもの理知的な光がなく、底なしの虚無だけが広がっていた。お前の何者になるかわからない、という自由が、俺には死ぬほど羨ましいよ。その言葉は、凪の胸に重く響いた。しかし同時に、持たざる者の苦しみは、持っている者にしかわからない贅沢な悩みだという反発も消えなかった。週末、凪は実家に帰り、母である蒸しゆかり、とリビングで対峙していた。テーブル越しに座る穏やかな母の顔を見るなり、凪の中でずっとくすぶっていた真っ黒な感情が抑えきれずに爆発した。母さん、どうして俺を選別してくれなかったんだよ。静かな空間に、凪の悲痛な怒声が響き渡った。ゆかりは驚いたように肩を揺らし、入れたての茶が入った湯飲みから手を離した。俺の周りはみんな、何かに秀でた才能を持ってる。でも俺は何もかもが平凡だ。毎日、誰かと比べられて、自分が欠陥品みたいに思える。なぜ、俺に少しでも色を与えてくれなかったんだ。息を切らす凪に対し、ゆかりは悲しげに目を伏せ、静かに首を振った。ごめんなさい。でもね、なぎ。私の子は、あなた以外には考えられないの。綺麗事だ。綺麗事じゃないわ。もし、あの時私があなたの遺伝子を操作して、望み通りの才能や容姿を付与していたら、それはもう、あなた、じゃなくなってしまう。私は、計算された完璧な作品が欲しかったんじゃない。何者になるかわからない、偶然が重なって生まれたあなた、という奇跡に出会いたかった。選別していれば、今のあなたには出会えなかったのよ。母の言葉には、確かな愛情がこもっていた。能力ではなく、存在そのものを肯定する無償の愛。しかし、それが今の凪にはひどく残酷な呪いのように響いた。俺に出会えなかったとしても、
なぎは立ち上がり、テーブルを強く叩いた。ガタッと湯飲みが揺れ、茶がこぼれる。もっと頭が良くて、もっと見た目の良い、最高の子、に出会えたはずだろ。俺がこんなに社会で苦しんでるのに、偶然を美化するな。それは結局、ただの親のエゴじゃないか。沈黙が落ちた。ゆかりは反論しなかった。ただ、その目から一粒の涙がこぼれ落ち、テーブルに落ちた茶のシミに吸い込まれていった。そうかもしれない。ゆかりは震える声で、絞り出すように言った。でも、私は偶然を、手放したくなかったの。その涙を見て、なぎはそれ以上何も言えなくなった。親の純粋な愛と、自分が背負わされた圧倒的な凡庸さによる苦痛。どちらも真実であり、決して交わることはない。平行線だった。それから、数年の月日が流れた。選別こそが正義であるという狂気が、静かに、しかし確実に世界を覆い尽くしていく中、なぎもまた、逃れようのない人生の岐路に立たされていた。なぎは今、真っ白な壁に囲まれた遺伝子デザインクリニックのカウンセリングルームに座っている。隣には妻がいる。彼女のお腹には、新しい命が宿っていた。机の上には、一枚の薄い電子端末が置かれている。画面には遺伝子選別プログラム同意及び選択書、と記されていた。白衣を着た担当医が、事務的な微笑みを浮かべて尋ねた。それでは、お子様のオプションを選択してください。知性、身体能力、容姿のベースアップ。あるいは、何も手を加えない自然、ナチュラル、になさいますか？なぎの脳裏に、様々な記憶がフラッシュバックする。俺は選ばれた通りに生きなきゃいけないんだ、とうつろな目で笑った、親友の律。完璧であるがゆえの、不自由という地獄。何者でもないあなたに出会いたかった。偶然を手放したくなかった、と涙を流した、母のゆかり。不完全であるがゆえの、愛という呪縛。そして何より、自分自身が一生涯抱え続けてきた、何も選ばれなかったという真っ暗な劣等感のぬかるみ。自分が味わった劣等感を、この子にも背負わせるのか？それとも、律が苦しんでいたような、親の期待という見えない鎖をこの子につなぐのか？親のエゴとは、一体どちらなのだろうか？偶然を愛し、子供に社会の荒波を素手で泳がせることが愛なのか？それとも、本人の意思に関わらず、苦労しないための武器を強制的に与えることが愛なのか？なぎはゆっくりと、電子ペンを手に取った。冷たい感触が指先に伝わる。端末の画面には、イエス、選別する、と、ノー、選別しない、の2つのチェックボックスが青白く光っている。隣で、妻が静かになぎの顔を見つめていた。自分が母をなじり、律が親を呪ったように、いつか我が子も、今日の決断を恨むだろう。それでも、それを背負って生きていこうと、そう決めた。なぎは小さく息を吐き出し、ペンを走らせた。